ソータさんが初めて将棋に出会ったのは5歳の夏。将棋界もコロナ禍に見舞われ対局できない時期がありました。藤井聡太さんの幼少期にインスパイアされてレトロかわいい栄太郎飴。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は5歳の藤井聡太さんは早くおじいちゃんになりたかったです。藤井聡太さんのおじいさまが近くの高齢者福祉施設に聡太さんを連れて行きました。集まっていた高齢者たちと将棋を指させていた時のこと。ある人から「子供はこんなところに来ちゃダメだよ」。すると聡太さん「毎日将棋をさせるから早くおじいちゃんになりたい」。かわいいでしょう。将棋が本当に好きだったんですね。聡太さんが初めて将棋に出会ったのは5歳の夏。ご一家は愛知県瀬戸市ですが、そのお隣に母方のおじい様、故清水君一さんとおばあ様一子さんのお宅もあり、そこが孫たちの遊び場だったそう。買い揃えていたおもちゃの中にスタディ将棋がありました。日本将棋連盟が監修、駒の表と裏に動かすことのできる方向が矢印で記され、遊んでいるうちに自然にルールが覚えられます。おばあ様も初心者、聡太さんと一緒に覚えると、毎日のようにおば様の家に来ては対局をせがむように。金を左斜め下に動かそうとしたら「それはできません」とピシャリ。聡太さんの覚え込みは早く、すぐ太刀打ちできなくなりました。その後のお相手はずっとおじいさま。おじいさまには勝てず、負けるとよく泣いていたそう。負けん気は強い方だったと。将棋にのめり込む聡太さんを見て、ちゃんと指し方を教えてもらえる場所はないかとおばあ様が探し、近くの将棋教室へ通うことになりました。将棋の指し手を考えていた小学校の下校途中には、なんとドブに落ちたこともあるとか。かわいそうだけれど面白いでしょう。当時を振り返っておばあ様、漢字が好きでしたね。小学校低学年の頃、電子辞書に入っていた漢字検定の問題を私と一緒に解いていました。気がつくと大人が読むような本も読んでいました。好きな作家は司馬遼太郎。歴史小説好きの母由子さんの影響だそう。ノンフィクションの名手沢木耕太郎。山岳小説で知られる新田次郎も愛読。小学4年生の頃は新聞を読むようになり、社会面からめくって気になった記事に目を通すのは今も日課だそう。言語感覚は将棋について表現するときに顕著に出ます。2017年4月、11連勝を達成したインタビューで妨害、望んでいたものより良いこと、また20連勝の時は良好、思いがけない幸せといったことは有名です。当時中学生の聡太さん、すごいです。良好って何？どんな意味？と言い合わせた小学生たちをざわつかせて、2023年10月11日第71期王座戦5番勝負第4局で永瀬拓也前王座31歳を破り、藤井聡太八冠誕生。21歳2ヶ月、史上初8大タイトル独占を達成。前人未到の快挙に日本中が沸きました。喜びの驚きの中、なぜ達成できるのかと私は考えてみたくなりました。そして導いた結論、これはあくまでも私の持論ですが、聡太さんがメタ認知の高い方だったから。メタ認知能力とは、高いところから自分を客観的に見つめる能力、おのずと自分で問題解決をしていける能力のこと。次の3つの特徴を持ちます。1、感情をコントロールできる。2、柔軟性が高い。3、周囲に配慮ができる。聡太さんのその実例を探してみました。
まず感情のコントロール。将棋クラブ24というプロアマ問わず見知らぬ人がネットで対局できるサイトがあります。ソータさんは小学2年生で指し始め、中学1年でプロ並みに謎の強豪がいると噂に。でもソータさん、ネットで対局すると点数を気にしすぎてしまう。負けた時勝つまでやめないぞと思い指し続け、結局点数を下げたこともあった。もう少し落ち着いて将棋に取り組んだ方がいいかなと思ったと、やめることを自分で決断。負けず嫌いの一方で、中学生にして自分を見つめる冷静な眼差しを持っていました。次に柔軟性の高さ。将棋界もコロナ禍に見舞われ対局できない時期がありました。ネットでなんて気が乗らないという棋士がいた中、将棋 AI で研究したりネット対局に励んだりしていたそう。2ヶ月対局が空いた分、自分の将棋にしっかり向き合うことができたかなと感じていますと。未曾有の事態もプラスに変える姿。私たち大人も顔負けです。最後に周囲への配慮。2023年9月27日、八冠がかかった王座戦第3局。1勝1敗で迎えたソータさんは永瀬さんに逆転勝利。専門家によると、永瀬の完璧な作戦、2度にわたる見事な踏み込み、永瀬が勝つべき将棋。普通でしたら逆転できて嬉しいのところ、ソータさんは申し訳ないという手つきと表情で最後の勝利の一手を打ったのです。きっと永瀬さんの落ち込む心も深く読んだのでしょう。人が育つ環境は人間形成に多大な影響を与えると脳科学的にも証明されています。三つ子の魂吐くまで、遠くの生みの親より近くの育ての親、育ての親に恵まれなくてもとナンバー10、11、12でお伝えしました。ソータさんがプロを目指すと決め、弟子入り志願をした先が杉本昌隆プロ。自分の将棋の癖をつけさせない方が良いとソータさんに直接教えることは控えめにし、代わりに幅広い人脈を生かして有力棋士たちと練習将棋で学ばせたといいます。顔を見合わせて笑うお二人の姿はとても周囲を温かくします。ご両親はもちろん、幼少期はおばあ様、亡きおじい様、その後は杉本昌隆師匠という恵まれた環境のもと、たゆまぬ努力の人、藤井聡太さんのお話でした。ベートーベンの作曲方法。突然天のどこかから飛び込んでくるよ。付録レビュー。今日は江戸時代から続く老舗菓子店栄太郎総本舗大人ミューズ2022年1月増刊号の付録で、表紙は凛花さん。栄太郎の黒飴と梅干し飴をモチーフにしたポーチとエコバッグ。エコバッグは梅干し飴がモチーフ。肩掛けもできるビッグサイズ。若い方は持っても新鮮。ご年配にプレゼントしても喜ばれそう。バッグを畳めばセットのポーチに収まります。ポーチは黒飴の缶に形もそっくりな刺繍入り。心ときめく可愛いアイテム。面白い。梅干し飴、こちらが黒飴。こうしてこうで、ここに入れます。こうやって持ち運べます。藤井聡太さんの幼少期にインスパイアされて、昔おじいちゃんおばあちゃんの家に行くとあった印象のレトロかわいい栄太郎飴でした。赤人金で元気になります。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。